私たちが行った車中泊カスタムの内容はこちらです。今回は床作りについて紹介します。床作りの作業工程はこちらです。後部座席部分に土台を作って荷室全面をフラットにしました。まずはお気に入りだった床を解体します。次にドアステップのカバーを取り外します。後部座席の床シートも剥がします。やばあ、張り付いてるパターンまだ敵がいた。こいつも剥がさなきゃ。こんなもんかいな。で、ここに最初になんかさ、切りたいですね。断熱しましょう。しっかりきれいにしたら断熱シートを床のサイズにカットして貼り付けていきます。バッテリー部分はその蓋の形に切って貼り付けます。この商品は裏面がシールになっているのでフィルムを剥がして簡単に貼り付けられました。後部座席の部分も同様に貼り付けていきます。側面にも貼り付けました。続いて床作り。前回のパーツをかたどって床板をカットしていきます。直線部分は丸ノコで、細かい部分はジグソーでカットしていきます。床板は左右に分けて作りました。左側の床板は荷物の取り出しとバッテリー交換がしやすいようにさらに分割していきます。ここ重要。これがいわゆるフローリングですね。結構頑丈になりそうですね、これ貼るだけで。うん。フローリングシートを一度組み合わせてみます。めちゃめちゃ悩み中。切れるか問題もあるけどねそもそもそこ重要だよ。まっすぐが一番難しそうですね。だってね、めちゃめちゃ綺麗にいけた。めちゃめちゃ綺麗何の心配もいりませんでした。やば。全然いけるやん。問題なかったのでどんどん切っていきます。床に合わせて細かい部分もジグソーや丸ノコで綺麗に切れました。最初に作った床板に両面テープで貼り付けていきます。土台は4本の柱をベースに車体の形に合わせて組みました。サイドステップにフィットする形状に木材を加工しています。加工した木をしっかりはめ込んで土台がなるべく動かないようにします。床板をフラットにするために土台の高さ調整をしていきます。水平になるように左右同時で作業しました。調整が完了したので組み立てていきます。添え木で土台の強度を高めていきます。
大丈夫。床板のサイズに合わせて両サイドをさらに拡張します。最初に作った土台にこんな感じで拡張部分の足をつけます。その足の上に角材を打ち付けて拡張部分が出来上がり。後ろ側も低くなっているのでフラットにするために土台を組みました。どうすかねこれ。なんかこれだけ浮いてる気がするけど。ここになんかある。なんかあるね。ここだったらいけそうです。届いてる。これ断熱材です。この間に。隙間を埋めるために断熱材を入れていきます。断熱材をテープで留めて、その上にアルミシートも貼っていきます。いよいよ床板を取り付けていきます。いいんじゃないでしょうか。最後にずれないように固定したら完成です。家みたいな床の出来上がり。あと1ミリぐらいください。おしゃれな歯磨きにしないとダメだね。ここで